皆さん、こんにちは。小松です。ずんだもんなのだ。マッシュ制作動画、第2話です。今回からちょっとずんだもんにも参加してもらって制作動画を進めますよ。いきなり呼ばれたのだ。一人で喋ると意外と疲れるんだよね。文才がないと掛け合いでもやらないと話が進まないもんだから。仕方がないから相手してやるのだ。前回は縦制作まで作業を進めました。引き続き作業。ニコ動のコメントで、このサフ何を使ってるのって質問もらったのだ。超普通なんですが、ミスターサーフェイサー1000番です。ベタかもしれないけど安定しているのだ。ちなみに竹チャンネルの竹さんがこの間の大美画展でおすすめしてくれたサーフェイサー。購入したので次回作で試してみたいと思うのだ。表面がザラザラにならずツルツルになるらしい。これは魅力的。髪の毛パーツ、数パーツに分かれており、ヤスリ掛けはやりやすいんですが接合面の隙間が残ってしまうのでできるだけ接着して塗装に臨みます。接着は私がよく使うソフト99のバンパーパテ。たまに出てくるけどどこで売ってるのだ？ホームセンターの車コーナーとかで売ってます。ソフト99だったりホルツというメーカーから出ている車用の補修材ですね。車も持ってないのに車コーナーに行く小松、不審者かな。こいつも毒舌だった。隙間埋めはシアノンに瞬着効果パテの粉を混ぜたものを使います。あとはひたすらヤスリ掛け。異世界転生漫画を読みすぎて、念じたら表面処理ができないか妄想する小松であった。ヤスリ掛けができたので、軸打ち作業を行います。このキットは軸打ち位置などあらかじめマークしてくれていますが、ちょっと調整したかったのでマスキングゾルで位置決めをしてユーターで穴を開けます。軸打ちは微妙にずれるから嫌いなのだ。アルミ棒を使ったり周囲に穴を開けて多少の歪みを逃がす構造にしていますが小松もあんまり好きじゃないですね。以前はバンパーパテのみで組み立てていたのではないのか？なんでまた軸打ちを復活させたのだ？いやね、バンパーパテのみでは先端方向の力がどうしても弱くて展示会に輸送するたびにパーツが外れてしまうのでどうしようもなく。軸打ちレスができたら楽なのだ。検討するのだ。金属パテでも埋め込んでみますかね。確か車コーナーに。おまわりさん、また小松が来たのだ。もう不審者扱いやん。軸打ち、仮組み完了です。さて肌塗装を行います。プライマーはガイアからフィニッシャーズのものに変えました。ついにガイアからも出禁なのか、ご愁傷様なのだ。違わい。ガイアのマルチプライマーは食いつきはいいんですが表面がベタベタしてホコリがつきやすいのでフィニッシャーズのものに切り替えました。表面がサラサラだと食いつきが悪そうに思えるのだ。そう思うじゃん。ところがかなり食いつきが良くて全く心配ないレベルなのだよ。さすがフィニッシャーズなのだ。いくらもらったのだ？ドアは開かれている。まあ、知名度が低いとそんなもんなのだ。さて、肌塗装の前に、顔はマスキングを行います。綾波レイでやった時と同様に、練り消しをしよう。以前はマスキングゾルを使っていたのになんで変えたのだ？マスキングゾルだと塗膜の段差がガタガタになってしまって汚くなりがちなんですよ。表面張力とかの問題で。説明がくっそ雑なのだ。まあ、目の周りをきれいに仕上げたかったら練り消しいいぞってことで。目のマスキングができたら、クリアオレンジでシャドウ拭きを行います。肌を塗る前にシャドウ拭きをするのだ。先にシャドウ拭きをして、肌を塗装した方がシャドウ拭きが少し隠れて自然な仕上がりになります。ただ、最近もうちょっと陰影をつけた方がいいかなと思ってみたり。ツイッターに流れてくる神絵師さんのイラストは本当に透き通るような肌なのだ。羨ましいのだ。あんな肌を再現できたらいいよね。シャドウ拭きができたらキャラクターフレッシュをベースにした肌色を塗装します。できるだけシンナーで薄くして、少しずつ乗せていくと透明度が上がる気がします。
でもシンナーで希釈しすぎると乾燥に時間がかかってシャドウ付きが溶け出してくるのだ。キメラが生成されてしまうのだ。そのあたりは一級錬金術師の小松。そう簡単にミスなどせぬぞ。アスカの顔は結局間に合ったのだ。頭が。肌塗装ができたら目の練り消しを剥がします。この練り消し、まあ柔らかくてマスキングしやすいけど剥がすときは結構くっついてめんどくさいのだ。爪楊枝でちまちまと剥がしていくしかないですね。これでも結構色々と買ってみてこれが一番使いやすかったのよねん。これ、研究動画にあげといたら参考にしてくれる人がいるかもしれないのだ。そう思うじゃん。撮影したはずの動画がないんだよな、これが。新年早々ポンとつかましてきたのだ。今年もよろしくお願いします。マスキングを剥がしたら、ウレタンクリアを拭いてアイペイントを行います。アイペイントは肌塗装の後にすることにしたのだ。アスカで地獄を見ましたからね。どっちがいいのかいまいち小松にはわからなかったので今まで通りで進めます。拡大鏡を見つつ、下書きを進めます。小松も老眼が心配になってくる年になってきたのだ。一応まだ見えると思っているんですが拡大鏡で見たら結構線がガタガタしてたんですよね。あれ？これって老眼なん？下書きが終わったら、ウレタンクリアを拭いて、まつげのグラデーションを入れます。またもや練り消し登場。肌塗装の時より結構雑なのだ。これでいいのだ？いいんです。眉毛グラではエナメル黒を拭くので、後でエナメル塗料を使えば綺麗に除去できます。綺麗に除去できるのであればどうということはない。上から黒エナメルで細拭き塗装します。中央部分から塗っていくのがコツなのだ。やりすぎるとただの黒い眉毛になってしまって意味がないのだ。どこまで拭くかは難しいところですが、気持ち薄めにした方が透明感が出て良いと思います。さあ、マスキングを剥がしますよ。いつも思うけどこのマスキングを剥がすときに厚化粧おばさんを思い出してかなり不安になるのだ。この眉毛グラデーションはすごく良いんですが、このマスキング剥がしのタイミングだけ、ちょっとなえる。マスキングを剥がしたら、エナメルシンナーを使って化粧を落とします。また眉毛部分を残そうとしているけど、マシユの眉毛はピンク色なのだ。またポンコつかましているのだ。時期的にレイと同じタイミングでアイペイントしていましたからね。いや、キャラ知らないとか何を言ってるんだか。エクスプロージョン。中の人しか会ってないのだ。眉毛ができたので、それ以外の部分も黒エナメルで塗っていきます。全く下書きをなぞれていないのだ。いいんだよ、どうせエナメルで余分なところは削っていくんだから。昔大学のサークルでほとんど修正せずにアイペイントをしていた先輩がいたのだ。まあ、そういう化け物もいるわな。少なくとも小松ではない。ウレタンクリアやラッカークリアでコーティングをしていれば、エナメルは簡単に除去できるので納得できる線になるまで描き直しましょう。前にも言ったような気がしますが、艶消し成分が入っていると輪郭がガタガタになりやすいです。できるだけ艶ありの塗料を選びましょう。瞳の部分は先に塗ってしまって、中央部分をシンナーで拭ってやった方が楽に輪郭を描けます。細かい作業になってきたのだ。筆は変えたりしないのだ。小松はほとんど筆を変えないで作業をしています。やたらと毛が長いやつとか短いやつとか試したんですが、どうも向いていない模様。修行が足りないのだ。筆が長いやつとか憧れちゃう。でも使えない。原作に合わせ、目に2本線を入れます。とりあえずベタで塗って、それを削って2本線にします。この辺りが一番細かい作業ですかね。拡大鏡をつけながら作業をします。2本線を入れたら、さらに上からクリアパープルでグラデーションを入れます。大美が点では結構いろいろな方に顔をひっくり返して自然なグラデーション技法を褒めてもらったのだ。
ただ色々な方の作品を見ると、エアブラシグラデーションはやっぱ綺麗なんですよね。次回作で試してみようかと。最後に綾波でも入れた薄い白を乗せて透明感を出してみます。いまいち出たのか出てないのかはっきりしなかったのだ。正直そこまで際立つもんでもなかったんですよね。ただ、悪くはないのでまた色々な絵師さんの目を見ながら研究。最後に交際を入れてアイペイント完成です。最後に艶消し塗装。またもや練り消しの出番なのだ。目の部分だけは艶ありにしておきたいので、その部分だけ練り消しでマスクします。目の部分をマスクしたら艶消し塗装。ガイアノーツのフラットクリアープレミアムがしっとり感が出ておすすめです。フィギュア系の肌などは非常に向いている艶消しクリアだと思うのだ。メカとかスケールものだともうちょっとカリカリ仕上げにしたいので、ミスターカラーの艶消しクリアの方が良いと思うのだ。最近一時的に販売停止になっちゃっていて困ったもんです。小松が好きなものは割とすぐ売り切れる説。コンビニとかでもよく買っていたものが軒並みなくなるんだよな。販売再開を強く希望しております。フッ素が入っているらしいからミスターカラーに入れてみたら何とかならないか？多分ならんと思う。これでアイペイント完成。髪の毛、次回塗りますがちょっとフライング。頑張って描いたけど片目はほとんど見えないのだ。実は隠れた方の目の方がうまくいっていたのに。あるあるすぎて草も生えないのだ。